こんにちは、バーケンです。今回は相続した土地にある石を片付ける作業の続きをお見せします。前回は石を車に積み込んで終わりましたが、今回はその石をどうするのかご覧ください。残念ながらカメラが回っていなかったのですが、石を車から下ろして近くの実家の庭に運びました。こちらがその様子です。庭の隅に石を積み上げています。もう一往復車に石を乗せます。ハンマーでやっぱり割れないか。石を破壊するハンマードリルとセリアを持ってきました。新品のドリルビットを購入して実はワクワクしています。前回刃が入らなくて失敗したのです。今回はうまくいくでしょうか。この日の初ドリル、最初に割れるまで約7分かかるのですが、高速で再生します。新しいドリルビットはいい感じで穴が開きます。粉を飛ばすスポイトも大活躍しています。いよいよ割れます。7分もかかってやっと端っこが欠けただけでした。これはもう諦めてそのまま車に乗せます。どのくらいの時間で石が割れるかという実験も兼ねていて、簡単に石が割れないと分かっただけでも収穫でした。この石 40kg ぐらいあると思います。いつも 30kg のお米を持っていますが、それより重たいのでそう思います。太ももに乗せて持ち上げました。これも 40kg 以上はある石です。石を回転させるように運びます。父から学びました。学んだというより、いつも父がこうして石を運んでいたことを潜在意識が覚えているのです。なんとかして持ち上げたいが、無理でした。妻と2人で持ちます。過去にも何回か妻が登場しています。妻と2人で持つとなんとなく面白い映像になります。今回もじっくりお見せします。兄ちゃんここでこうやって持っとれる？持っとったらこっちが上がるかもしれない。こっちで持っとる。今回は2人協力してもダメでした。さてこの石を割ります。結果を先にお伝えすると7分ほどかかりました。お好みでスキップしていただいても構いません。石をじっくり割る動画は珍しいと思いますので7分間お楽しみください。スピードを上げると石の質感がお伝えできないと思います。7分の間工夫してお届けしますのでどうぞご覧ください。ドリルの先端は新しいドリルビットにしました。この御影石という石は比較的硬い石です。ぐりぐり穴が開くわけではなく、こんな感じでゆっくりしか穴が開きません。スポイトで粉を吹き飛ばして穴をきれいにします。このアイテムは穴を開けて石を割るのに欠かせません。使ってみればその威力に驚くでしょう。石を割る前に念入りに準備をしてください。
実は私、前回スポイトなしでやってみたのですが、失敗してしまいました。こういう時、土建屋さんはどうやって御影石を処分するのでしょうか。ネットで調べてみると、ユニック車やクレーン車などの重機を使って御影石をそのまま運び出し、石材の処理プラントやリサイクル業者に持ち込むのが一般的な方法だそうです。時間をかけてわざわざ破壊するなんて、私は無駄な努力をしているようですね。この敷地の石の量はそんなに多くないのですが、私にはこれしかできないので、この方法でやってみます。私の父の職歴ですが、道路建設会社から始まり、市役所の土木工事課や公園管理課に勤めていました。そのせいか、石や木などをたくさん放置しても気にならない人間になってしまったようです。一方、私はスーパーマーケットで魚をさばいていただけで、重機を動かす資格なんて持っていません。父なら簡単に片付けできそうですが、私にはそう簡単には片付けできないのです。この日は小雨。でも豪雨でない限り私は作業します。前もって日程が決まっていて、作業もしますが、現地の人との話し合いもあるんです。ダメダメと首をかしげています。もう少し穴を深く開けないとダメそうです。かなり穴を開けたつもりですが、まだ足りないのです。先ほど静止画像をお見せしましたが、かなり石の厚みがあるんです。ドリルを回している間は、ドーパミンが出ているかのような楽しさがあります。先ほど私は魚しかさばけないと言いましたが、私も父に似て工具は大好きなんです。工具といえば、父は工具に夢中でどんどん買い足していました。でもメンテナンスも片付けもしませんでした。この画像は泥棒が入ったわけではなく、父の工具の山です。信じられないでしょう。相続後に片付けた倉庫もあるのですが、画像はありません。残念です。倉庫が狭くなると、新しい倉庫を買って動かなくなった工具はそこに残し、新たな工具を新しい倉庫に保管するのが父の趣味でした。父は工具に対して常に新しいものに挑戦したいという情熱を持っていました。いろんなものが散らかっている様子は、あんな動画やこんな動画でも紹介していますので、まだ見ていない方はぜひチャンネル登録をして動画をご覧ください。穴を深く開けたので、セリアがしっかり食い込んでいます。もう少しに見えるのですが、どうでしょうか。セリアは3セット購入したので、もう一つ穴を開けます。今度は1回で済むようにじっくりと穴を開けます。これが正しいのか実はわかりませんが、ドリルはフルスロットルにはせず、少し回転が遅くなるようにした方が穴が開きやすい気がしました。
そろそろ割れそうです。タイマーを表示してみました。あと15秒です。割れ方が地味すぎました。がっかりです。カメラをアップにしますが、こんな断面になっています。重たくて持てなかった石も半分にすると無事持ち上がりました。もうちょっとすっきり爽快にバコンバコンを割りたいですが、そう甘くはありません。今日は終わります。ご視聴ありがとうございました。